初めはね、これ比べようと思ったんですよ。でもね、これね、時間がかかる。なので、とりあえずこれつけますよ。で、これつけて、もういいかなと思ったら、これでいきます。それで、これは、売っ払うか。初めはね、この2つを横に並べて、じっくりと比較してやろうと思ったんですけどね。とりあえずまずつけようかなと。じゃないと、なかなかもう始まらない。比較動画をこう作っていくと、ずっとこれ使わないままになっちゃうんじゃないかっていうのがあるんで、まずはこれつけようと思います。で、今ね、もう、ちょっとSIMがこんなちょっと荒れてるんですよね。実はこのSIMをちょっと部屋の端にさらに端に寄せてやって、スペースを確保しようとしたんですけど、そうするとこのカーペットがぐじゅぐじゅになって、これを綺麗にシワを取りたいんですけどね、このシワを取るためには、いろいろとこう、動かさないといけなくて。で、あとこのペダルもちょっとどれを使うか。ヒューシンクベルトに戻すのか、これで行くのか、とかちょっとね、いろいろ考えないといけないんで、ちょっとまだね、年末年始走れるようにしないといけないなと思っているところですよ。なんか噂によると結構硬いらしいんで、これをここに取り付けて、このフレームで、このフレームって耐えるでしょうね。このフレームが耐えるのか、そしてこの取り付け方法で、このシフターのここに取り付けるんで、この取り付け方法でハンドブレーキの硬さを支える余裕があるのかっていうところですね。そしてまずこのちょっとSIMから綺麗にしないといけないんですよ。サイドブレーキを取り付けようと思ったんですけど、すごくホコリが乗ってたりとか、あと結構ね、いろんなものを組み付けたりとかして配線がごちゃごちゃだったりだとか、あとペダルヒューシングベルトにしようかな、CRP2 にしようかな。ペダルもね、ちょっとね、操作性のがいい方に戻したいなっていうことで、いろいろやってるとね、こういうことをやってたわけですよ。で、モニターを部屋のさらに隅に寄せて、この隅に寄せると、このカーペットもね、寄せないといけないんですけどね、これを寄せるには、このSIMもね、上げないといけないし、とかやってると、もうなかなかサイドブレーキまでたどり着けなくて、今やっとこうSIMをこう、左に寄せて、カーペットも左に寄せて、このカーペットなんか、もともと大きいので、これを壁までこうやったりとかすると、ね、背景が、足元が黒くなっていいんですけど、そういうことも考えてカーペットの位置を変えたりとかしたら、結構時間がかかって、サイドブレーキまだ取り付けてません。今からちょっとね、まだこのペダルも取り付け直せてないんですけど、そういうのをやって、SIMの再構築をお正月までに間に合わそうかなと思ってます。年末にSIM周りを整理して、これぐらいまではできたわけなんですけど、こっから、このハンドブレーキをね、つけたいんですよ。それでね、この右の画面とこのシフターが結構近いんで、これがどうなるかっていうとこですよね。ペダルの位置を奥に、できる限りSIMの奥に持っていって、で、この、鳥みたいな、ホイールベースを固定しているところを、さらに奥に持っていって、ペダル用のフレームと、もうこの下の8センチの、4センチのペダル用のフレームの部分と8センチのペダル用の部分をくっつけちゃったりとかして、できる限り、このフレームを奥に持っていって、でそうすると、ここが開くんで、
足を入れやすくなったりするんですけど、僕実は右から乗り込みたいんですが、国際標準というか、左ハンドルの車だったら基本右にね、シフターが来ちゃうんで、こっから乗り込んでも結局狭いんですけど、とりあえずね、これを奥に持ってったわけなんですよ。で、そうするとね、今持ってるフレームでシフターを手前に持ってこようと思うと、この辺が限界じゃないのかなという感じになってですね、そうするとここにね、ハンドブレーキをこう取り付けたいんですけどね、そうするとね、この3画面の右のやつがすごい近いんですよ。これをね、新しいハンドブレーキはこうできる限りこっちの手前の方にこう設置してあって、こことぶつからないように余裕を持って設置したいなと思ってるんですけど、これどうなるんでしょうね。中身はこれが全てですね。トリセツと RJ ケーブル、ボルトとナット、これは、アルミフレームとかそういうのに使えそうですね。これちょっと何かわからないです。で、あとこれ調整用の工具と、あとこれは多分この引き具合だとかを調整できるもんだと思いますけど、そういうスペーサー、そしてこれがここに当てて、でこの右側にハンドブレーキを取り付けられるようなスペーサー、そしてこれがレバーですね。でレバーはすごい太い構成になってます。実車なんかだったらこの辺にね、ハンドブレーキをこう取り付けて、レバーがこの辺にこうあってもいいのかもしれないんですけど、多分それだったらほとんど使わないようなサイドブレーキをつけてるような感じになるんで、ラリーとかドリフトでもいけるように、やっぱこの辺にね、こう取り付けたいですよね。なんかここのヒンジとかは10ニュートンメーターでこう締め付けないといけないらしいですよ。で10ニュートンメーターどれぐらいの力を、感覚であれですよ、トルクレンチなしに取り付けようかなっていう話はね、ブログに書いときます。ちょっと今口頭でささっと言えないんでブログに書いとくんで。このレバーを取り付ける角度も3つから選べるんですけど、一番画面から離れるような角度で、一番こっち側に寝た角度で今取り付けてます。画面に当たらないようにするためですね。次はね、このスペーサーをここに取り付けるためにこのカバーを外していきたいと思います。どうもね、2つのネジで止まってるだけのようなので、ここを通ればいいわけですね。で、どうもね、こう4つ穴があって、このボルトもちゃんと4本あるんで、4本でがっちり止めるのかなと思ったら、トリセツを見る限りだと2本が標準みたいですね。2本で最低限止めればいいような考え方みたいです。例えばこれだったら、こことここしかボルトは貫通してないので、垂直に取り付けるんだったらこことここですよね。なんかもう1本取り付けれるんだったらこうやったらいいかなと思ったんですけど、シフター側の溝ってこことここにしか、あとこの四隅のとこしか掘ってないんで、このちっちゃいナットを入れるとこね、こうやってこういうナット入れれるんですけど、この下をねちょっとこれをちょっと外すと、こことここに入れれる、奥もなんですけど入れれるんですけど、こういうとこは入れれないんですよ。いろいろ触ってて分かったんですけど、なんでこれを使うのかっていう話なんですけど、昔の V1.5 の旧型ハンドブレーキって、これをペタッとくっつけるような感じになってたんですけど、改良して多分これですよね。シーケンシャルなのか
H パターンなのか、この切り替えレバーを操作するために、やっぱ隙間がね、ちょっといるんですよ。なんで、この隙間を作るために、多分このスペーサーを導入したんじゃないのかなと思います。とりあえず取り付けましたけど、すごいこれ奥が深いんですよね。ここのこっちに回すか回さないかで、ブレーキの重さを調整できたり、あとここにボルトがあるんですけど、ここのボルトを回すことで、これが手前に来るのか奥に来るのかっていうのをちょっと調整できたりするらしいんですよ。あと何ですか、このストロークも、この部品を使うと、調整できるみたいなんですよね。70って書いてますけど、これを7センチ引くためのスペーサーだと思いますが、みたいな感じで、まだまだいろいろ試す必要があるんで、とりあえず、この動画は、ここまでということにはしますけど、細かいことは、ブログを作って、年末年始、いろいろ試してやってみたいと思います。これが、大変つけるの大変なんだよっていうのは分かったと思いますけど、何かの参考になったり、応援してくださる人がいればいいねとか、チャンネル登録とかしてもらえたらすごい嬉しいです。で、ブログの方に、いろいろ分かったことを追記していこうと思います。動画でやるとね、もうなかなか更新頻度が上がらなくて、情報がどんどん遅くなってしまうので、もう細かいことはもうどんどんブログ、または概要欄にどんどん書いていこうと思いますんで、それも見てみてください。終わり。